こんにちは、ホロロです。フェルマーの料理第3話を視聴しました。今回登場した料理はお茶漬けでした。今回も難易度は高め。まず、甘鯛を用意します。はい、お正月にしましょう。今まで僕が再現できたのはナポリタンだけですね。また、今回も考察がはかどる内容でした。ガクは2024年でなぜ表変してしまったのか、Kとは一体何なのか、動画の後半では前回に続いて僕なりの考察をしています。それと、これも今回の見どころ、マゴロク先輩可愛すぎんということで、今回はドラマ、フェルマーの料理第3話を取り上げます。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。コンクールのドラマでは、フェルマーの料理、マイホームヒーローの2作を取り上げています。ドラマ、フェルマーの料理の原作、放送情報や配信についてはこちらの動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておくので、今回もはしょります。ではまず、ストーリーの振り返りを行っていきましょう。無事に K の試験に合格し、カイの家に居候を続けるガク。ガクは同居と言いますが、実際のところ、カイはほとんど家を空けているようです。むしろ、ネネさんとの同居です。ガクは、カイが家を空けていることに不自然さを感じながら生活しています。カイはどこへ？それは、我々視聴者よく知るところですね。今回の話の中盤では、カイが家を空けがちなことに対し、氷のように手ついた表情のネネさんが、いろいろ気づかれるのも時間の問題です。と忠告をしていました。今はまだ、カイが淡島邸に通っていることをガクに明かすべきではないのでしょう。ようやく K の一員として認められたガク。黒の制服も広めされますが、まだ初々しさの残るガクにとっては、着るというよりは嫌われているといった印象。ガクには気になっている人物がいました。ただ一人、前回の試験で名前を教えてくれなかった、すなわち認めてくれなかった K の先輩です。マゴロクって名前なんですけどね。それにしてもあんなに屈託のない笑顔で肉じゃが食べてたくせに認めてくれなかった。何か特別な事情があるのでしょうかと、前回の動画でお話ししたのですが、結論から言えばただの嫉妬でした。カイもマゴロクに認められていないと淡島邸で語っていたんですが、別にマゴロクが特別というわけではなく、ただ K のスタッフ全員に認められていないことを強調していただけのようです。理解しすぎました。マゴロク先輩の特別なところがありました。かわいい。ガクは他のスタッフたちと共に、ランナが作った新メニューの候補をまかないとして試食することになりました。ランナは料理界では難しいとされる、肉と魚介の組み合わせを、旨味の相乗効果を用いて見事に調和させてみせました。なお、ど素人の僕は、魚介の出汁が出た鍋に肉を入れても美味しく食べられる人間です。そうか。合ってなかったのか。試食したガクは味を数学で解析し、ランナが採用した調理法や食材を組み合わせることで、旨味の数値が跳ね上がることを言い当てます。料理を数学で丸裸にする様を見て、他のスタッフは驚きます。旨味や数値化できる。これも知りませんでした。うまさを定量的に測ることって、料理人の世界で当たり前のことなのでしょうか。こうなってくるとさらに面白くなってくるガク。それを見たカイは、ガクを評価し、定休日に臨時営業として大事なお客様をお迎えする際の厨房を任せることにしました。まだ入りたてのガクに厨房を任せるなんて応募もいいところ。他のシェフたちが異を唱えますが、カイは意味深な表情と仕草で静止します。また、カイはサポート役を示します。まだガクのことを認めていなかったマゴロクでした。それはマゴロクのプライドを傷つける行為。マゴロクにとっては、カイがガクのことを認めさせるために無理やり組ませたように見えたことでしょう。場面は変わり、カイと二人きりになったガクは、K の経営について疑問を指摘します。早速来ました。前回の動画で僕が考察した K の損益計算書から暴かれる真実。未視聴の方はぜひご覧ください。ガクは数学の知識を持って気づいた疑問を指摘します。ありとあらゆる高級食材の仕入れ値や一流シェフたちの人件費、どう考えても採算が取れないのです。つまり K には出所不明の収入がある。ここで2024年の時系列に戻ってみましょう。ガクは損益計算書前に頭を抱えていました。そこには減り続けている売り上げが見て取れます。ガクがオーナーシェフになってから K の経営状況は悪化の一途をたどっているのです。今回の話で出た出所不明の収入、これをスポンサーですかとガクはカイに問います。カイはいずれわかるとはぐらかしましたが、これは今回の話の最後ではっきりします。スポンサーで正解でした。ただ、僕はこれが淡島だと考察していたのですが、そうではなかったようです。それにしても、2024年においては、このスポンサーからの出資が断たれていると推察できます。K はなぜ出資してもらえなくなったのでしょうか。カイがいなくなったから？いやいや、今回の話を最後まで見ると、そんな単純な理由ではないと断言できます。マゴロクは壁にぶち当たっていました。新メニューを創作しますが、なかなか納得できません。ランナのまかないが認められたこと、カイがガクを特別扱いしていること、それが彼を焦燥に駆り立てます。彼は京都の有名な料亭の跡取り息子、神童ともてはやされた過去もあったようです。それなりのプライドを持って K で働いているのです。いいよな、エコひいきされてる人間は気楽で、その胸の内では嫉妬の炎が燃え盛っていました。翌日、ガクはランナの相乗効果のアイデアを使い、大事なお客様への一皿を完成させようとします。ランナといえば、この日は出番がないはずですが、厨房の外からガクとマゴロクを見つめていました。カイが、ガクが気になるのかと声をかけます。気になるというのは同じシェフ、ライバルとしてということでしょう。
しかしランナからは意外な答えが返ってきます。私、この店欲しいから。ランナは今日のお客様であるスポンサー候補に挨拶をしに来たのです。その挨拶で彼女が出した名刺には、オルスという店名、今は K で働いてる、今は、と今を強調していました。何か秘められた目的があるようです。会の後を継ぎ、K のオーナーシェフとなるということなら、それは主役になるということ。2024年においてガクはオーナーシェフを押し付けられたのだと前回の動画で考察しましたが、K の仕組みを知った上でそれを目指すランナのようなシェフもいるのかもしれません。しかし、それなのにガクにオーナーシェフを任せていることを自分たちが決めたことだと言ったのはどういうことでしょう。単純にお料理バトルでガクが優勝したのでしょうか。マゴロクは貝が用意した食材の旨味の数値をホワイトボードに書き出します。数学というより科学です。グルタミン酸とイノシン酸、2つの旨味成分、重要な旨味成分は他にもあるものの、2種類の数字しか書かないマゴロクに対し、わざと書かなかったんですかと真顔でガクが問います。嫌がらせと受け取ったのでしょうか。純朴なガクらしくない発言。マゴロクはそこまで必要ないかと答えます。ガクはマゴロクの言葉を受け取りませんでした。数学のひらめきをもとに、牡蠣の琥珀酸を加えた3つの旨味成分が凝縮された料理を作ります。美味しそうと嬉しそうに味見をするガク。なぜかそれを見てニヤつく貝。なぜか計算した通りの味になりません。そこには、旨味の相乗効果が生まれるのは2つまでという不分率があったのです。マゴロクは嫌がらせをしたのではなく、それを知っていたからあえて書かなかったのです。でも後からそれを指摘するときは嫌味な言い方と表情でした。先に教えてあげたらよかったのに。そういうところだぞ。お客様が来店します。ついにやってきたその大事なお客様とは、国会議員の武蔵義一と、その娘、武蔵神楽でした。実はガクにとっては2人とも見知った相手。義一は、ガクが1話で提供したナポリタンの衝撃が忘れられず、再び指名をして来てくれたのです。ガクにとって問題は娘の神楽。彼女はガクの幼馴染で、数学オリンピックのライバルでもあったのです。久しぶりに会ったガクに対し神楽は、数学の道を諦めたということですか？私のせいですか？逃げたんですね。つまらないものになり下がって、と言葉の刃でズタズタにします。裏で、ガクは初めて怒りの表情を浮かべ、カイに問いただします。全部知ってて僕にやらせたんですね。それでもカイは余裕の表情で挑発します。失敗したっていい？かつてのライバルの前で恥をかいて、ただ俺の店を辞めるってだけの話だ。いや、それガクが築いてきたもの全部壊れるから、さらに挑発を重ねるカイ。これからもずーっとつまらない人間として生きていけばいいじゃないか。ところが、この一言でガクは目覚めます。以前も同じように神楽につまらないと言われた時のことを思い出しました。そしてそこにきっかけを見出しました。表情をコロリと表現させ、急いで厨房に戻るガク。嬉しそうに甘鯛を手に取ります。マゴロクの甘鯛はフレンチに合わないという忠告を無視し、あっという間に料理を完成させました。その一部始終を神楽は見ていました。生き生きとした表情で料理に打ち込んでいたガク。それは自分が対等なライバルとして尊敬し、高め合っていた頃のガクそのものでした。たまらない気持ちになり、神楽はその場を去ります。それに気づいたガクは完成した料理を置いて、彼女を追いかけました。そう、その場にマゴロクと料理を置き去りにして。マゴロクはガクの一品に口をつけます。最初はほんの味見のつもりだったのでしょう。しかしそれは彼の脳髄に衝撃を叩きつけました。その結果、彼は理性を失ったのでしょう。うまっとつぶやき、涙を流しながらわしづかみで獣のように貪ります。美味しすぎたようです。情緒が完全に壊れました。それを止めもせず陰に見守るカイ、真顔です。その頃、ガクと神楽のやりとりが入りますが、正直もうこの辺はどうでもよくなっていました。厨房に戻ったガクは食い散らかされた料理の無残な姿に愕然とします。マゴロクは悔しさをにじませながら、信じられないくらい美味しくて食べてはいけないことを分かっていたのに全て食べてしまったと吐露します。マゴロクはガクが失敗し自分の出番が来る可能性にかけていました。レシピを徹夜して作ったのですが、しかしそれも全て無意味でした。ガクが作った一品を口にしたと同時にマゴロクは自分が完全に敗北したことを認めざるを得なかったのです。ところがガクはマゴロクが考えたレシピを見て笑顔になります。そこはアイデアの宝庫でした。ガクはマゴロクと合作で料理を作ることを提案します。カイの指示を無視することになりますが、美味しい料理を作れば関係ないと弾むような口調で提案し、マゴロクもそれに乗ることになりました。隠して甘鯛と生ハムの旨味の相乗効果と白米をアクセントにしたガクとマゴロク2人の料理、甘鯛のポワレのお茶漬けが完成したのです。リーチはついに念願のガクの料理に口をつけます。グルメリポーターっぷりがすごかった。香りや味に対する感動を分かりやすく言語化して伝えてくれるギーチさんも最高です。シェフのモチベーションをぐんと引き上げてくれますね。神楽もガクに今の北田くんは面白いと声をかけ、とても美しいと数式を褒めるように料理を認めてくれました。ガクはカイに最高のプレッシャーありがとうございましたと告げます。この頃のガクは想像もしていなかったことでしょう。後にプレッシャーに押しつぶされ人格まで変わってしまうことを。マゴロクはガクに父が京都の料亭で働いていること、自分が料理を始めてから一度も名前を呼んでもらっていないことを打ち明け、乾マゴロクって言うんだ俺とガクに名前を貸しました。敬語もいらない
と対等な関係を強調します。ガクがはにかみながら、まごろくと呼び、まごろくもよろしくなガクと答えます。しかし、楽しかったな、一緒に料理できて、とうっとりするまごろくとは対照的に、ガクは神妙な表情を浮かべます。後にガクはアユに打ち明けます。まごろくと成功を分かち合ったことが寂しかったと。その真意、心の奥底がその場で語られることは、ついぞありませんでした。場面は変わり淡島邸、海が武蔵義一からKへの融資を引き出すことに成功したことを報告していました。やったな、と満足げな反乱の淡島。そして海は下り顔で渋谷先生のサポートから卒業できると言います。それを受けた淡島も、この食事会も終わりが見えてきたと感慨深げな面持ち。しかし、ただ一人渋谷は厳しい表情をしていました。そして海に問います。まだ続けるのか、あの店を。当然。と答える海。K の存続に否定的な渋谷は席を立ちます。やはり K は呪われた店なのでしょうか。2024年、ガクはまごろくが差し出した料理を押し返し、調和が取れていない料理は口にしたくないからと冷たく言い放ちます。それはガクとまごろく2人の初めての共同作業で作った甘鯛ポワレのお茶漬けでした。まごろくはこれが自分たちの思い出の一品だったと寂しそうに吐露します。最悪の空気に包まれた K。ランナは北田ガクからこの店を取り戻すしかないと決意を表明したのでした。というわけで、フェルマーの料理第3話の振り返りでした。2024年の経営ですさみ、スタッフに当たり散らす額、なぜこんなことになったのか、今回もヒントがあちこちに散りばめられていました。1、渋谷先生は何者？前回、僕は、海が先生と慕う渋谷は K で主役を務めていたシェフだったのではと考察しました。これが正解かはまだわかりませんが、現在の K に今まで出所不明の出資をしていたのは彼だと判明しました。海は渋谷というスポンサーがいたから好き勝手できていたんですね。それで先生と呼んでいるのでしょう。渋谷が海にとっての師匠的な存在だったから先生と呼んでいたのかと思っていたのですが、違ったかもしれません。今後このスポンサーは武蔵義一に引き継がれることになります。ところが2024年の K は経営状況が逼迫しており、出資が続いているのか怪しい状態です。岳の料理の大ファンである義一が K から手を引くとは考えにくいのですが、何かあったのでしょうか。そして淡島の立場がわからない。てっきり彼がスポンサーだと思っていたのですが外れていました。じゃあ何なの？彼はなんで偉そうに半裸で貝のフレンチ食べてんの？労働出資者？フィクサー？わかりません。コメントお待ちしています。2、ランナーはスパイ。彼女がギーチに差し出した名刺、そこにはオルスという他のレストランの名前が刻まれていました。では彼女が K に所属する意味とは？いろいろときな臭い K ですから、ただ修行しに来たというわけではなさそうです。私この店欲しいからという発言も気になります。オーナーシェフの座を狙っているのか、それとも K を丸ごと手中に収めようとしているのか、どちらとも取れます。ともあれ、2024年ではオーナーシェフの額にブチ切れていましたから、その目論見はまだ志半ばということになります。取り戻すって言ってたけど、オーナーシェフの座をかけてお料理バトルロワイヤルでもするんでしょうか。今回はフェルマーの料理に対する世間の評価も取り上げてみます。まずはポジティブな意見。高橋文也くん、志尊淳くんのイケメンコンビが目の保養になる。はい、そうでしょうね。高橋文也くんと板垣理人くんのコンビを作ってくれてありがとう。二人とも成人男子とは思えない可愛さですよね。肌ツヤが 4K に完全に対応しています。先が気になる。ガクはどうして闇落ちしちゃうの？ストーリーでも揺さぶってきますよね。ガクの仕草や表情の一つ一つが純粋無垢なので、未来で苛立っている時のギャップがすごいです。たった1年でこの変化、カイに対してどのような感情を抱いているのか気になります。次はネガティブな意見。数学じゃなくて科学じゃね？それは僕も思っていました。例えば、温度を数字という尺度だけで見れば数学ですけど、その温度によってどのように料理が変化するかは科学ですよね。行動を計算し先読みしているのは数学っぽい。料理が美味しくなさそう。そうか？演技がくどい。特に1話は濃いめだったかもしれません。でも僕は志尊淳さん演じる回のあの人を完全に見下したおちょくり芸がまた見たいです。はい、というわけで今回はフェルマーの料理第3話でした。まだまだ考察の余地がたくさんあるので、どう思ったかコメントで教えていただけると嬉しいです。コメントは次回以降の動画で取り上げさせていただく可能性があります。ご承知の上でコメントをしていただければと思います。僕の相方 YouTuber の歌丸さんのチャンネルでは、原作漫画のフェルマーの料理を取り上げています。また、こちらの動画では最新刊の4巻についてもネタバレにならない程度に触れているので、ぜひご覧ください。最近 X では Netflix で見た作品の見どころを毎日ポストしています。ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いできますように。バイバイ。